皆さんこんにちは、パパッカイです。今回はこちらの HGUC144 分の1ナイチンゲールを作っていきたいと思います。パッケージもかなり大きいですね。それでは早速開けていきましょう。大きなパーツがびっしり入っています。これなんてほとんどツゴックと同じ大きさです。ランナーを見ていきましょう。ランナーは全部で20枚。成型色は赤、グレー、ライトグレー、イエロー、ホワイト、ブラックの全部で6色です。シールが2種類と説明書が入っています。それではパーツを切り出していきましょう。使用するのはタミヤの先細薄刃ニッパーとゴッドハンドのアルティメットニッパーを使います。パーツから少し離れたところを切り離していきます。それでは2度切りをしていきます。パーツに残ったゲートをこのニッパーで切り取っていきます。2度切りが終わった部品は袋に入れて保管します。他のランナーも同様に袋に分けて保管していきます。あっという間に作業机が袋でいっぱいになりました。それでは組み立てていきましょう。それでは仮組みをしていきます。部品は大きいですが、さすが HG だけあって構造はかなり簡単でした。今回もタイムラプスで作業風景を撮っているんですが、実際にかかった時間は2時間ぐらいだったと思います。さすが7700円のボリューム。各部が組み上がったら全体に組み上げていきたいと思います。この巨大なバインダーの裏はどんだけバーニアがついてんだよって感じですね。シールドを取り付けてビームライフルを取り付けたらナイチンゲールの仮組みが完成です。なかなかかっこいいですよね。もうこのままでいいんじゃないかってちょっと思っちゃいます。お気に入りのズゴックさんと比べるとこんなに大きさが違います。値段も10倍違いますからね。それでは回転台に乗せて全体を見ていきたいと思います。やっぱりこのバーニアの数すごいですね。プロペラントタンク5本入ってるんで相当燃費が悪いんでしょうね。これだけ巨大な機体だと維持費大変そうですよね。そろそろ2周したので次の工程に移ります。続いて合わせ目消しを行います。このプロペラントタンクだけ合わせ目消しが必要な場所になっていました。少しギュッとすると隙間が空きます。この隙間にタミヤの流し込みタイプのセメントを流し込んでいきます。ちょんとすると隙間にツーッと表面張力で流れていきます。失敗すると後で指についちゃいます。全体の隙間にしっかりと流し込んで表面を溶かしていきます。全体に流れたら力を加えてムニューッと押し出していきます。これで接合できてると思います。一周しっかりとチェックして全体的にムニュって出てるかどうかを確認しましょう。大丈夫そうですね。一晩ほど置いてしっかり固まっていることを確認したら、このムニュッと出た部分を削り取っていきます。使うのは紙安の600番と800番で整えます。まずは600番で一気に削っていきます。電動ヤスリかなり気に入ってるんですが、何時間もやってると終わった後に指がしびれてます。使いすぎは注意が必要です。全体にかけたらしっかり取れてるか確認します。この時点である程度合わせ目は消えています。
続いて紙安の800番を取り付けて表面をなだらかにしていきます。800番が終わったらこんな感じ。もうどこにあったかわからないぐらいですね。続いて表面処理を行います。紙安の800番を使って全体の表面をきれいにしていきます。この表面処理の工程ではゲートアートの処理や引け、パーティングラインなどを一気に削っていきます。この大きな部品にはこのような引けがよく見えるので800番でやすってなくしていきます。これはゲートアートです。これもしっかり800番でやすっていきます。おおむね消えたと思います。全体を800番でやすりがけが終わりました。続いて筋彫りをしていきます。使うのはこちらの工具です。シャープペンなどで下書きをしていきます。800番で表面処理をしていると下書きが書きやすくなっています。下書きをベースにガイドテープを貼っていきます。今回はゴリゴリまでは筋彫りはしない予定で、このような縁取りなどをしていきます。まずは木下げカッターでなぞっていきます。2、3回ほどなぞれば十分跡がつきます。木下げカッターの次はウェーブのラインチゼルで筋彫りをしていきます。うまく引けるとこのようなくずが出てきます。一通り彫り終わったらガイドテープを剥がしていきます。このようにしっかりと筋彫りができています。大きな部品もこのようにガイドテープを駆使して筋彫りをしていきます。部品が大きいと一個一個のラインも長くて筋彫りが大変ですよね。こんな感じでくずがいっぱい出ます。ようやく筋彫りが終わりました。筋彫りした後は表面を800番でもう一度整えています。白くラインが残るのでどこにあったか分かりやすいですね。いよいよ塗装に入る前に全ての部品を中性洗剤で洗浄していきます。何回も何回も小分けにして洗っていきます。大きな部品は入らないので手洗いです。洗い終わったら乾燥させます。乾燥し終わったら持ち手棒をつけて猫の爪研ぎに刺していきます。いよいよ塗装していきます。今回もこちらの充電式エアブラシを使用していきます。メカ部の塗装にはサーフェイサーエボガンメタを使用します。ほとんど全ての薄め液は T01 を使っています。希釈率は塗料1の薄め液が2で作っています。あくまで参考ということでみるみるガンメタカラーに変わっていきます。メカ部をガンメタにするというのはもうこれで何回目だろうというぐらい塗装しています。かなりお気に入りの色です。ベースと比べるとこんな感じ、メカっぽさが増しました。メカメカしいものを並べてみました。綺麗になってます。続いて外装材の下地にはサーフェイサーエボブラックを使用します。これからキャンディー塗装をしていくのでまずは黒で下地を塗っていきます。800番で表面処理をしているのでサーフェイサー5は1000番ぐらいの表面になると思います。全体に塗り終わりました。こちらは一番大きな部品です。10倍速でお送りしています。この部品だけでも塗るのに5分ぐらいかかってます。ムラにならないように手早く
塗っていきます。裏面もしっかり塗っていきます。ようやく塗り終わったらこんな感じです。今回はキャンディー塗装するのでテストピースをこのように作っています。カラーサンプルって結構大事ですよね。続いてゴールドの部品を塗っていきます。使用するのはスターブライトシルバーとスターブライトゴールドを3対1に混ぜたものを使用します。シャンパンゴールド感を出したかったのでこんなような色になっています。黒サフの上にゴールドを塗っていきます。こちらのカラーも T01 で1対2で薄めています。スターブライトシリーズの発色は自分は結構気に入っています。同じ色ばかり使っていてワンパターン感は歪めません。綺麗に発色しています。大量のバーニャの内側の部品もこちらのゴールドで同じく塗っていきます。内側にたまらないように塗るっていうのが結構難しかったと思います。なかなかゴールドって感じがしますね。続いてスターブライトシルバーを塗っていきます。まずはバーニャ部を塗っていきます。全体に塗り終わりました。乾くとかなり金属感が出てかっこいいですね。続いてこちらの巨大な部品もシルバーで塗っていきます。キャンディー塗装の下地なのでムラにならないように塗っていきます。この部品は失敗すると塗料の量が半端なく多いです。ムラにならないように注意が必要ですね。大きな部品もシルバー塗装が完了しました。こんな感じに他の部品もシルバーで塗装していきます。シルバーに塗装した後は塗り分けたい部分にマスキングをしていきます。シルバーで塗装した後、赤の2色目の下地となるスターブライトアイアンを塗装していきます。濃いめの赤と明るめの赤の2色を使ってキャンディー塗装を今回は行います。スターブライトシルバーと比べると少し暗めになったと思います。いよいよクリアレッドで塗っていきます。キャンディー塗装の1層目は軽く吹きつける感じで塗っていきます。少し色がつけばもうそれでいいかなって思います。前後を比べるとこんな感じです。続いてこちらのリアアーマーもキャンディー塗装の1層目を塗っていきます。あまり多く吹きつけるとダマになって下に溜まってしまうのが怖いのでゆっくり薄く塗っていきます。続いて2層目です。2層目はしっかり色がつくように塗っていきます。艶を出すというよりかは2層目はどちらかというと色を出しているような感じで拭いています。これぐらいの赤になりました。1層目と比べるとこんな感じです。こちらの部品も2層目を塗っていきます。こちらはシルバーがベースになるので明るめの赤に変わっていきます。少しオレンジっぽいかなって思うんですけど3層目を重ねた時にしっかり赤が出るようになってます。こちらの3層目を塗っていきます。3層目でツヤが出るような形で少し厚塗りをしていきます。この時点で表面の光沢が増したことが分かります。 LED のつぶつぶが見れれば十分だと思います。2層目と3層目を比べると
これだけポツポツ感が違います。こちらも3層目を塗っていきます。大きな部品はブロックごとに塗っていくと分かりやすいと思います。今は5倍速で塗っています。みるみるツヤが出てきたと思います。反射する LED のつぶつぶ感もかなり綺麗になってきました。3層目が終わりました。調子に乗って塗り進めていたらこんな感じに不良品ができてしまいました。表面がこんな感じに曇ってしまったんです。雨の日にやったことが原因かなと思いつついろいろ調べたんですが、あんまり原因が分かりませんでした。そんな場合はジップロックに入れて薄め液を入れてしっかり色を落とします。そんなこんなで熱が出てしまいました。まあワクチンのせいなんですけどね。熱が冷めたらもう一度やり直します。続いて部分塗装を行っていきます。バーニャーの内側などゴールドで塗っていきます。こちらはマスキングが難しそうだったので細拭きでバーニャーの部分だけシルバーに塗っていきます。メタリック塗料で細拭きをし続けると粒子が固まってなかなか出ない時があるので、さっきみたいに空拭きします。こちらは足の裏です。こちらはなぜかしっかりとマスキングをしています。何のこだわりがあるんでしょうね。自分でも分かりません。このような大きな部品も塗り分けをすることでのっぺり感がなくなってメカメカしさが増します。いよいよ塗り分けた場所のマスキングを剥がしていきます。この境界がきれいに出ているか出ていないかでかなりテンションが違います。こちらの部品も3色に塗り分けています。しっかり境界が出ています。こちらもシルバーのラインがしっかりきれいに出ました。リアアーマーの裏側も塗り分けを行っています。マスキングを剥がしていくとしっかりと塗り分けができています。全部剥がすとこんな感じ。ずっと見てられますね。最初はこの辺り筆で塗ろうと思ったんですが、やっぱりマスキングをしてエアブラシで拭くとかなり均一に塗れるので仕上がりが綺麗でおすすめです。メガ粒子砲もゴールドに塗っておきました。強そうですよね。続いてデカールを貼っていきます。貼り付けるときはマークセッターを使います。まずは貼りたいデカールをハサミで切り出します。続いてスポンジの上に置いてこのように動くようになったら部品の上に乗せます。ピンセットでやればいいんですが、このように細い部分があるときはくるっとなってしまうのを防ぐため近くまで台紙を持っていきます。位置が決まったら中の水分を綿棒などで押し出します。小さなデカールはピンセットなどを使って位置を決めていきます。貼る位置が決まったら綿棒で水分を押し出します。続いてトップコートを拭いていきます。使用するのは EX クリア。こちらも希釈率は1対2で薄めています。最初にデカール周辺を少し厚めに塗っておきます。その後全体を吹き付けていきます。他の部品も同様にトップコートを拭いていきます。この巨大な部品もしっかりトップコートを拭いてツヤを出していきたいと思います。トップコートは全部で3層拭いています。
今吹いているのは1層目です。1層目は逆にツヤがなくなったような感じになります。いきなり3層目ですが、こちらは EX クリアを T の07の薄め液で薄めています。リターダーという成分が入って揮発を遅らせてくれる分、塗料が表面張力でなだらかになります。その効果を狙って最後のトップコートだけ希釈の薄め液を変えています。そのおかげもあってしっかりツヤが回復しました。こちらはシールドの黒い部品、かなり光沢が増しました。塗った直後は少しフツフツが残るんですけども、自然とタラーっとなって表面がツヤツヤになります。こちらの大きな部品も3層目でしっかりツヤを出していきます。みるみる光沢が出るのがわかります。こんな感じにもう映り込みがすごいです。すべての部品の塗装が終わりました。続いてコンパウンドで磨いていきます。使用するのは7500と9800番相当のコンパウンドです。まずは7500番です。適量を垂らして布で磨いていきます。磨いていると抵抗がなくなって磨き終わりの感覚がわかると思います。だいぶ光沢が増したと思います。続いて9800番で仕上げていきたいと思います。適量を取って全体になじませた後、しっかり磨いていきます。9800まで終わるとこんなにピカピカになります。すべての部品のコンパウンドの磨きが終わりました。かなりピカピカになってます。一番ピカピカになったのはシールドの黒い部品でした。他もかなり綺麗に仕上がったと思います。続いてドライブラシです。使用するのはガンダムマーカーのシルバーです。塗料皿に適量を取って筆につけた後、ほとんどをティッシュに含ませてドライブラシをかけていきます。真っ暗だったのがこのようにドライブラシをすることで凹凸がはっきりして立体感が増します。比べるとこんな感じです。いよいよ最終組み立てです。すべての部品を机に並べてみました。一個一個の部品がしっかりと出来上がっているのがわかります。それでは組み立てていきましょう。バーニアもスターブライトシルバーの外装と内側がきれいにできています。こちらはバインダーです。大量のバーニアがかっこいいですね。そしてファンネルを取り付けていきます。シールドの裏側、そして表側、こちらの光沢がすごい綺麗です。リアアーマーの裏側のメカも取り付けていきます。フロント部分も組み立てて、こちらは足の組み立てです。リアアーマーを取り付けます。
勢い余って傷つけないように注意が必要です。こちらは腰の裏側。なんか虫みたいですね。裏側はこんな感じ。ボディを組み立てていきます。頭部の組み立てです。そして手首のパーツをつけて足を組み立てます。すべての部位の組み立てが終わりました。それではそれぞれの部品を見ていきたいと思います。こちらはリアアーマー。一番大きな部品で塗るのが大変でした。続いて脚部です。続いて腕です。関節部分はドライブラシで立体感を出しています。こちらは腰の前側です。隠し腕を出すと虫みたいですね。続いてボディです。プロペラントタンクとバーニアもかっこいいですね。首周りの塗り分けが結構気に入っています。続いてバインダーです。こちらのバーニアはえげつないです。最後に小さなエイリアンみたいな頭部です。なんかかわいい。それでは組み立てていきます。下半身と上半身を合体させて最後に頭部を取り付けます。 HGUC ナイチンゲールキャンディー塗装の完成です。それでは仮組みと比べてみましょう。今回は筋彫りと塗り分けがメインで大きな改造を加えていません。すぐ見でも十分かっこいいキットでした。それではキャンディー塗装した完成品をご覧ください。いかがでしたでしょうか。今回結構な大作だと思います。クリアレッドは全部で6本使ってます。あの失敗がなかったらもう少し少なく済んだかと思うんですが、雨の日はやっちゃダメだなっていう反省になりました。最後までご覧いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。これからもガンプラを中心に動画をアップしていきます。ナイチンゲールは再販もあったり、オンラインでも買えるようになったりと入手しやすくなるかと思いますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。